すねを鍛えるために鉄アレイでゴンってすねを叩いて、結構 V 鍛錬はやった方ではあるんですけども、極真の空手を選手をするようになってからは本当全くと言っていいほどやっていません。選手をする上で V 鍛錬をする必要がないとした理由と根拠、子供に絶対にお勧めしない理由もお伝えします。こんにちは、空手家攻撃です。空手と聞くと、鍛えられた剣だことか、砂袋で鍛え上げた鋼鉄のようなすねというイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。V 鍛錬についてこれまで多くの方に聞かれ、先日もちょっとそんな話になったので、今回は現在の僕が考える V 鍛錬についてお話ししようと思います。ちなみに僕は学生の頃に極真空手に憧れて、実はその時は全く僕空手やってなかったにもかかわらず、もうなんかこういうものなんだと思って自前でお小遣いを貯めて砂袋を作って毎日こう拳をゴツ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 叩いて鍛えたりとか、すねを鍛えるために空のビール瓶から始めて最終鉄アレイで叩くみたいなところまで行って1年半ぐらいかけて鉄アレイでゴンってすねを叩いてハウッとか言いながら、最終的にはもうなんだろうな、すねこけてすねを打って血が出ても特に何も感じないっていうところまでやりまくって、いたぐらいやっていたので、結構 V 鍛錬はやった方ではあるんですけども、実は、実際大人になって極真の空手を選手をするようになってからは本当全くと言っていいほどやっていません。そこで、今回は僕がなぜ V 鍛錬をしなかったのか、選手をする上で V 鍛錬をする必要がないとした理由と根拠、そして注意点を踏まえてお伝えできればと思います。なお最後に、知っておいてほしい僕が考える V 鍛錬の本当の価値と子供に絶対にお勧めしない理由もお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。ではまずはじめに僕が V 鍛錬をしない明確な理由を3つお話しします。まず1つ目ですね、そもそも試合では痛みの仕組み自体が変わるから、そして2つ目、日常の稽古で十分足りているから、そして3つ目ですね、かえって強くなるのが遅れるからになります。では今からそれぞれ解説していきたいと思います。では僕が V 鍛錬をしない明確な理由1つ目ですね、そもそも試合では、痛みの仕組み、自体が変わるからなんですが、これ、なんとなく知っている人も、いると思うんですが、人間の体はこのいざ戦うぞっていうモードに入ると生存本能として一時的にこの痛覚をブロックする仕組みになっています。試合に出たことある人は、なんとなく分かるというか経験があると思いますが、基本的に試合中は普段と比べると痛みをほとんど感じません。だから僕が初めて一般上級の、素手素足の試合に、出た時の感想もなんとなくこうやってたらフルサポーターで、拳とか足とかのサポーターを全部つけた大会と試合中の痛みって大して変わらないんだなっていうのが、僕の初めての出た時の感想でした。ただあれですけど、大会終わった、あと、なんですかね、こう落ち着いてきた時とか翌日のダメージに関してはもう素手素足とサポーターありだともう天と地とダメージが違うんですが、やってる最中に関してはほぼほぼそんな大して痛みって変わらないんだなっていうのが僕の、感想というか、体感した、イメージというか感想かな、僕が体感した、感想でした。ちなみにこれも結構、知られていることだと思うんですが、極度の緊張とか興奮で脳からアドレナリンとかエンドルフィンというものが大量に分泌されて、そういう時ってストレス性鎮痛と呼ばれる強力に痛覚が、遮断される現象が、実際に体に起きています。なのでこのなんですかね、硬いものをこうやってゴン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 叩いて痛みになれるっていう訓練を何時間やっても結局試合になれば殴った、拳や蹴った足はそもそも、ほぼ痛みを感じていないので V 鍛錬をする必要性を感じなかったっていうのが僕が現役時代に一番最初に V 鍛錬をする気にならなかった理由の、一つになります。ただこれ一つだけ気をつけていただきたいことがあって、試合前に痛いかもしれないなとか痛いの嫌だなみたいな感じで恐怖とか不安を感じた状態で試合に出た場合はこれ全く話が変わってきてめちゃくちゃ痛いです。これももしかしたら経験ある人がそれなりにいるような気もしますけど、これがノセボ効果とかゲートコントロール理論っていって、人間は恐怖や不安を感じると闘争本能ではなく、何ですかね、この逃げる方の闘争の、モードに入ってしまって
脳の痛みのゲートが全開になって、わずかな痛みでも強い痛みとして脳が処理して、かえって痛みが倍増してしまうという現象が起こります。なので、恐怖心を消すっていうのは、すごい大事な部分なんですが、これについてはちょっと後ほど、解説したいと思います。そして僕が V 鍛錬をしたい明確な理由2つ目が、日常の稽古で十分足りているからになります。骨が物理的に、負荷とか衝撃をかけると、ウォルフの法則といって、そのストレスに耐えられるように太く、高密度になる性質があることは、これ広く知られている部分でもあるんですが、基本的に大人の選手クラスであれば日常的に、行っているフルパワーのミットですね、こうバンガンって打ち込んでバチンって蹴ってっていうですね、ああいう稽古で毎回もう週に何回も、1回行うごとにパンチって当然数百キロとか、時には1トンを超えるパンチ力、キック力ってものがあるんですが、それをミットに毎稽古何百発とかって打ち込んでいるんですよね。なんで、なんですかね、選手クラスであればそれを週に2回3回とか、もっと多い人は週5回とかっていう形でミットでガンガン追い込んでるんで、そうすると毎日数百キロ1トンに上るような衝撃を拳、すねに与え続けている。しかもそれが数百発っていうレベルで毎日繰り返しているっていう状態になります。なので理論的にも、実践に必要な骨の強度を作るためのこの負荷としては、これで十分すぎるほど足りた状態になっているので、わざわざそれ以上の負荷をかける必要を感じないっていうのが僕の、ですかね、やらなくなった理由の、2つ目になります。これちなみになんですかね、極端に硬いものを叩く V 鍛錬に関しては負荷が高すぎて、例えばそれを強くやりすぎてしまって、骨がこの微細の骨折、小さな、なんていうの、わずかな表面の骨折みたいなものを、繰り返してしまって蓄積を招いた場合、この神経の損傷につながったりとか変形性関節症のリスクを無駄に高めるだけなので、ただでさえ、フルコンの選手がやってるガンガンしっかりと打ち込む追い込み系の、ミット、特に他の競技と違ってグローブをつけるわけではなく素手で行うので、それだけでも正直、リスクがあるにもかかわらず、これ以上、わざわざ硬いものを叩いてリスクを上げるっていう必要もないですし、それでリスクを、負うっていうのも嫌なので、これが僕が、V 鍛錬をしない、理由の2つ目になります。そして僕が V 鍛錬をしない明確な理由の最後の3つ目ですね。これは競技者として取り込む上なら、これはやっぱり大きく関わる、かえって強くなるのが遅れるからです。一部の人には批判されるかもしれませんが、言い換えてしまうと、他の練習をした方が確実に速くなれるからっていうことになります。スポーツでは特異性の原理といって、体は与えられた刺激にしか適応しないという原則があって、当たり前のことなんですが、どんなにハードな練習とかどんなに辛い稽古をしたとしても、その内容が目的と一致しなければ効果が出ません。しかも毎日コツコツ長い時間かけて拳とか、すねを叩いて硬くすることに限られた時間とか、あとその、叩いて V 鍛錬で、壊した、組織ですね、体を回復させるためにはやっぱりエネルギーとか摂取した栄養素を使ってしまうので、そんなところに、わざわざ、強くなるために摂取した栄養素を使うくらいなら、筋トレして打撃の絶対的な出力を上げたりとか、シャドウをしてこの神経の回路をつないでいくような、ことをしたりとか、正しいフォームで反復して全身の連動性を高めていったりとか、もう当然ですが人間って限られた時間、あと限られた摂取した栄養素しか使えないので、それをより効率的に相手を倒すため、試合に勝つためっていう目的を達成するために使用するなら、やっぱり、V 鍛錬をするよりも、ミットとか、筋トレとか走り込みだったりシャドウだったり技の練習だったりとかいう、もう本当は V 鍛錬よりも圧倒的に投資対効果が高く、早く強くなれる傾向が
他にあるっていうのが、僕が、なんですかね、思っているというか V 鍛錬よりも、時間とか栄養素を使いたいので、そちらに、リソースを割きたくないっていうのが、僕がやらなくなった、3つ目の理由になります。なのでまとめると最初に言った通りなんですが、1つ目、試合では痛みの仕組み自体が変わるから、そして2つ目、日常の稽古で十分足りるから、そして3つ目、強くなるのが遅れるから、以上3つの理由から僕は選手を始めて以来 V 鍛錬を行っていません。ただ、じゃあ V 鍛錬って全く無駄なのというと、決してそういうわけではありません。どういうことかというと、ちょっと一般的に考えられている V 鍛錬が有効な理由と僕が考える有効な理由は多分違うと思うんですが、物理的な肉体強化ではなく、心理的メンタル的な強化として非常に優れている点があると思っているからです。先ほど1つ目の理由のところで恐怖を感じると痛みが倍増すると言いましたが、 V 鍛錬をやり込むと俺はこれだけ痛みに耐えて鍛えたんだから絶対痛みに強いっていう、強い高揚感というか、自信が生まれます。この、V 鍛錬がきっかけで持ってた自分なら大丈夫だっていう自信が試合や組手の前のこの痛いかもしれないっていう不安や、恐怖心を打ち消す役目を果たして、結果的に脳が痛みのゲートを閉じて本来のパフォーマンスを 100% 発揮できるっていう、逃げる方じゃなくて戦う方の闘争モードに入れるようになったりします。僕自身、学生の頃にこの効果にはまって V 鍛錬をしたことで実際自信を持てるようになったんじゃないかなと、思っていますし、だからこの自分のモチベーションアップとか恐怖心の克服という、目的で行うのであれば、V 鍛錬自体はすごく意味のある稽古になると思っていますし、僕もそれでなんとなく自分はあんだけやったんだから痛みに強いはずだって言って、自信を持って蹴れるようになったっていう部分もあったので、そういう意味では、ちゃんと、効果を僕も体感していると思っています。ただ最後に指導者としてですが、どうしても伝えたいことがあります。基本的に先ほど伝えたように大人の精神修行としてはありだと思いますが、子供に関しては精神的に強くさせたいという目的であっても V 鍛錬は絶対行わないようにしてください。ちなみに、僕は中学校の時にやりましたが、比較的僕体が大きくて成長の早い方だったとはいえ、何も怪我も、その時にやってた方法でなかったっていうのは運が良かっただけかなと思っているので、中学生とかでもやることはお勧めしません。成長期の子どもの骨には骨を、伸ばすための、軟骨の、骨端線と言われるものがあります。これも知っている方いらっしゃると思いますし、なんならお子さんを、なんか怪我で、病院に連れてってレントゲン取った時にまだ成長しますねとか、ここで骨端線があってみたいな説明を整形外科医に受けた親御さんもいるかもしれませんが、この部分ですね、この部分で書いた方がいいか、こういう風になってイメージとしてはこの辺にピピピピピっていう線が、白くないっていうか黒い線がこうレントゲンに映ったりするんですけど、この部分に関しては、強度は骨みたいに強いわけじゃなくて、まだ軟骨部位なので V 鍛錬のような強い衝撃を与えた反復的な衝撃ですね。要はここに強い負荷を常にガンガンガンって過負荷をかけ続けることで、この骨端線の軟骨部分の損傷の危険性もあり、軽度でもそれを繰り返してしまえば最悪の場合この骨端線の、なんていうんですか、閉鎖というか、成長をそこで止めてしまうという危険性も最悪の場合あるので、成長期の子どもには、V 鍛錬無茶な、過負荷ですね繰り返させないように、その辺はちょっと、大人の方で注意していただければと思います。じゃあまず肩の動きがどれだけか見たいんですけど、大体横です。横です。このぐらいな感じです。水が溜まってるっていうのは炎症がある結果としてあるわけなんで、これ注射するんですけど、この辺からこう針が刺さって、この辺にねこうお薬が行き渡る姿が見えると思います。ドキドキする。いかがだったでしょうか。今日は僕が V 鍛錬をしない、3つの理由と僕が考える V 鍛錬の価値についてお伝えしてきました。
伝統的な稽古には素晴らしい側面もありますが、目的や自分の目標をしっかりと理解し、自分に合った稽古を積んで取り組んでいただくことが、長く空手を楽しむ上でも大切なことだと思っていますので、ぜひ、今回の内容も参考にしていただければと思います。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。この動画が少しでも参考になったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録お願いします。また V 鍛錬に関しては様々な意見があると思いますので、自分の道場ではこんな稽古してるとか、自分はこう思うという意見があれば、遠慮なくコメント欄で教えていただければと思います。コメント欄に関しては基本的に全部読ませていただいてますし、公開直後にいただいたコメントにはなるべく、返信するように、していますので、ぜひ、コメント欄にコメントください。日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していますので、動画の内容が良かったらいいねボタンのチャンネル登録して、これからも空手家コークスの、YouTube 動画で一緒に強くなりましょう。おっす。今回は実際の組手の中で攻撃が当たるか当たらないかを大きく左右するポジショニングの習得方法について解説していきたいと思います。ポジション技術を習得したいなら、まずこれからの3選ですね。1つ目、間合いの有効性を知る。2つ目、片手外ポジションの有効性を知る。そして3つ目ですね、